てありがとうございます。今日はパリ近郊では最大規模のシャトゥの飲みの市に来ました。アンティークフェアと呼んでもよい大きなイベントです。最寄り駅は2つあります。それぞれの駅からの行き方については私の過去動画に詳しく説明してあるので見ていただけたら嬉しいです。また行き方についてわからない点がありましたらコメント欄に書いていただけますといつかよりわかりやすい行き方の動画を作成できるので助かります。ただの置物かと思って手にしてみると甲羅の部分が蓋になっていて小物を入れられるようです。雨が降ると会場に水たまりができるので汚れても良い靴を履かれることをお勧めします。このアンティークフェアは規模が大きめなので町の住所のように通りの名前が書かれてあります。メインエントランス付近に地図が置いてあるので一部いただくと良いかもしれません。冬ロケット通りに好みのものがたくさんあるスタンドを見つけました。前回春の開催の時も同じ通りにお店を構えていたのでもしかしたら次回もロケット通りかもしれません。でも時々出店の位置が変わることもあるのでご注意ください。前回同様ラビエもたくさんありました。バドンビレ17ユーロでした。サンタマエ・アマージュマリー・ルイーズのピッチャー、丸みのある形が可愛いですね。イギリス製リチウェイのロレーヌシリーズです。好みなのですが25ユーロと少しお高めなので迷います。とても人気のあるバスク柄シリーズ名のベアルンとはスペイン国境近くバスク地方の歴史的な地方名です。下の方の棚にもぎっしりとお皿が積み重なっています。色がとても美しいなと思いました。人気のあるマリー・ルイーズシリーズがこんなにありました。銀製品のレードルはよく見かけますがこちらは陶器でできたレードルのようです。エレガントだなと思いました。35ユーロ欲しいけれど少し高いなと思いました。とても可愛らしいシリーズを発見しました。ちゃんとソーサーもありコンポティエもありました。買おうかどうしようか迷いながら店内は少し暗かったので表の方に持ってきてじっくり見させていただきました。1枚ずつ色の濃さが微妙に違うのもいいなと思いました。
店内をよく見るとお皿もありました。シリーズ名はスリーズさくらんぼです。前回配信した YouTuber 龍之介さんがお持ちだったリュネビルのマスタードポットです。撮影の時龍之介さんがおっしゃっていたのですが、絵柄のパターンがいくつもあるそうです。キリがないので次のスタンドに移動します。4つのお皿がつながっていて面白い形です。こちらは30ユーロコーナーのようです。綺麗なミルクピッチャーです。香水のアトマイザーでしょうか。ガラスの色が気に入りました。こちらも綺麗な装飾が施されているガラス製品だなと思いました。小さくて可愛いです。ショワジールロはルイ13世シリーズがたくさんありました。コンポティエは今まであまり見かけたことがありませんでした。こちらのシリーズ名はウブロン。ウブロンとはクワ科の多年草のホップのことです。ストーリー性のある絵柄のお皿、色も素敵ですね。裏には昔パリにあったブティックの住所が書かれてあるバックスタンプがありました。とても好きなシリーズのうちの一つ、ロンシャンのルイ16世シリーズです。ここからはいつも日本人のお客様でにぎわっている大人気のスタンドです。お買い得コーナーには5ユーロを切る商品もあります。カテゴリーに分けられていて、こちらはグラス製品です。ディスプレイがいつもとても素敵です。ディゴワンサルグミンヌ。サルグミンヌのオリエンタルシリーズ。ボルドーガマのアングレシリーズ。こちらのバックスタンプは読み取りにくかったのですが、ブルージュというベルギーの都市が描かれています。
素敵な商品が多いので、少し私の音声なしでお楽しみください。ずっと見ていたいのですが、次のスタンドに移動します。アスパラガス用のお皿、ルネビル・サンクレモンです。こちらの窯元は分かりませんが、ソース用の食器もついています。なんと大好きなドーファンシリーズがこんなにたくさんありました。お皿とコンポティエは持っているのですが、ラビエはまだ持っていません。1枚25ユーロ、悩みます。シャトゥーは見どころが多く、動画がとても長くなってしまったので、パート1とパート2に分けてお届けいたします。来週はもしかしたらパート2をお届けできないかもしれませんが、後日パート2でまた違う購入品をご紹介させていただきますので、見ていただけますと嬉しいです。今回パート1で購入した商品のご紹介です。サンタマンエ・アマージュのマリー・ルイーズシリーズ。シリーズ名のマリー・ルイーズは女性の名前として使われていますが、ナポレオンの2人目の妻の名前でもあります。ただ最近はマリーだけやルイーズだけの女性を見かけますが、マリー・ルイーズと2つをつなげた名前は少ないようです。アッシュベイ SM のバスク柄です。最近とても人気のバスク柄、私は初めて購入しました。スペイン国境近くバスク地方に家がある夫の親戚は、このようなシリーズのお皿をよく見かけるそうです。バスク地方は生ハムなど美味しい豚肉の加工品でも有名ですね。バドミレのカップを購入しました。磁器製品以外で金彩が入っているヴィンテージ食器はあまり購入したことがないのですが、今回この金彩が少しかすれているのも良い味かなと思って購入しました。残念ながらソーサーはありませんでした。今回
出会えて一番嬉しかったのはこちらの1枚です。諸説ありますが、だいたい19世紀の終わり頃か20世紀の初め頃に多く使われていたと思われるバックスタンプなので、約100年以上経っています。茶色の良い雰囲気がとても気に入りました。この1枚に出会えただけでも行った甲斐があったなと思いました。12ユーロと少し私にとってはお高めでしたが、満足のいくお買い物です。少し小ぶりなので前菜に良いかもしれません。ベルギーの窯元のドーファンシリーズです。迷いましたが結局購入しました。ドーファン、英語ではドルフィンです。以前ドーファンにはイルカという意味と王太子という意味があると書いたことがあります。どうして王太子をドーファンというようになったのかというのは、14世紀にイルカの紋章を受け継いだのが始まりと聞きました。フランスのこういった歴史のこぼれ話も面白いなと思っています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。通知ボタンをオンにしていただけますと、パート2の動画が配信されるときにお知らせが届きます。どうぞよろしくお願いいたします。